おっと激しい。うわマジでこれは耐えられている。待て。うわすげえ。やばいやばい。こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらの B191 激アツドライブスペシャル激アツセット購入しましたでしょうか？自分これのね、プロミネンスフェニックス、デンジャラスベリアル、セイバーペルセウスの動画ね、出してるのでぜひ見てみてください。でですよ、今回はこの真ん中のデンジャラスベリアルなんですけど、これの動画でこのノーマルモードのバトルしかやってなかったんですよ。なんですけども、このデンジャラスベリアルはこのダイナマイトベリアル同様ね、このパーフェクトギアにできるということでね、今回このデンジャラスベリアルをパーフェクトギアにしていきたいと思います。それではやっていきましょう。ということでね、このデンジャラスベリアルをパーフェクトギアにしていくんですけども、ちょっとここでお知らせがあります。なんとこのスタルケルのチャンネルが登録者7万人を達成しました。ありがとうございます。皆さん本当に登録していただいて、こう皆さんがね、こう見てくれなければね、こう7万人達成しませんから、本当にね、皆さんこう登録してくれてる皆さんもね、してなくても動画見てるよっていう皆さんも本当にありがとうございます。いつもコメントをくれる人もね、ちゃんと毎回見てるので、見たらハートつけてるのでね、皆さんぜひコメントとかね、いろいろよろしくお願いします。ということで、この F ギア、S ギア、L ギア、V ギアすべてつけていきたいと思います。まずはこれをね、全部ね、こうやってばらしましょう。で、つけるときこのアーマーはこの L ギアになるので使いません。で、それではつけていきましょう。まずは F ギアからですね。このようにしてはめると。はい。はまりました。で、次。このベリアルを下からこのようにカチッとはめて、その上から L ギアをはめると。ここのラバーのこのシルバーの塗装とこの刃がぴったり合うようにね、こう入れると分かりやすいですね。で、カチッとロックをします。カチッとロックをすると、はい、OK。で、次。このドライバーですね。ディスク一体型なので、まずこれにこの S ギアをね、取り付けましょう。はい。カチッと。ちょっと今回フリー回転にしてみます。そして次。このドライバーにこの V ギアをつけます。で、前までベンチャーだったらカチッて入れてこうくるって回してたんですけど、このオールマイトはそのままカチッてやるだけで OK です。で、外す時はどうやるのかっていうと、ここの横に白いこのトリガーがあるんですけど、これを引くとロックが外れるので、そしてこんな感じでね、取るっていう感じになっております。こうやってカチッてはめて、で取るときはこうパカッとトリガーを外してあげてこう取るっていう感じですね。で、このねディスクなんですけど、この低い状態とこう高い状態にできるんですよ。で、この L ギアつけた状態だとハイモードになるので、今回せっかくなのでこの高い状態で、はい、こういう感じでもう全部こうみっちりしたこの状態で戦っていきたいと思います。ということで、これがデンジャラスベリアルオールマイトパーフェクトギアになっております。どうでしょうか？これがすごいのが、このラバーがね、こう2段になってるっていう。で、ここめちゃくちゃみっちりしてて、外重心で L ギアもここにあるから、この攻撃力も増してる。さらにこのベンチャーね、ベンチャーじゃない V ギア、でこの重心が下にあって、でまあここフリー回転、これフリー回転させなくてもいいかな。まあ一応ちょっと今回フリー回転にしてみますけども、それではこのデンジャラスベリアルパーフェクトギアの重さを測っていきます。で、比較としてノーマル状態何もつけてないデンジャラスベリアルと
パーフェクトギアのダイナマイトベリアルも測っていきます。まずは通常状態のデンジャラスベリアルが 31.41、 そしてダイナマイトベリアルがちょっと重くて 33.77、 そしてパーフェクトギアのデンジャラスベリアルが 39 重っ。それでは次、ドライバーディスク一体型オールマイト単体が 38.18 ですね。そしてディスク一体型なので、このベンチャーとこのネクサス一緒に測っていきます。ギアをつけた状態 48.58、 いや重いよ、めちゃくちゃ。そしてこのオールマイトに V ギア S ギアをつけた状態だと 48.07、 めちゃくちゃ重くなってるわ。それではこの組み上げた状態でも測っていきます。まずはギアをつけていないデンジャラスベリアルオールマイトの重さが 69.60、 はい、まあ重いよこれでも。で次、ダイナマイトベリアルパーフェクトギア 82.35、 めちゃくちゃ重い。そしてデンジャラスベリアルパーフェクトギアの重さが 87.05、 ほぼ90、激重ですね。このダイナマイトベリアルパーフェクトギアも重いと思ったけど、やっぱり今回めちゃくちゃ重くなっております。ということで早速バトルやっていきましょう。それではこちらのデンジャラスベリアルオールマイトパーフェクトギアでバトルやっていきたいと思います。一番最初に戦うのはダイナマイトベリアルネクサスベンチャー2です。それではやっていきましょう。おっと激しい。ベリアルが破壊しました。怖っ。それでは次はサイクロンラグナルクギガネバー6と戦っていきたいと思います。さて、おおやばい、ラグナルク耐える、めっちゃ耐えてる。えマジでこれは耐えられている。なんと最後にはバーストさせましたね。それでは次はロアバハムとギガモーメント10です。それではやっていきましょう。おっと耐えられるのか。あのロアバハムと余裕でオーバーさせた。強っ。それでは次はセイバーバルキリーショット7と戦っていきたいと思います。さて、一瞬でバーストですね。そしてこっちはバーストロックでちょうどバーストしてないですね。強っ。それでは次に戦うのはアストラルスプリガンオーバークワトロゼロです。それではやっていきましょう。うわやばいやばい。なんとアストラルスプリガンをバーストさせました。強いって。それでは次に戦うのはギルティロンギヌスカルマメタルデストロイ2です。それではやっていきましょう。さて、おっとめちゃくちゃいいバトルしてるぞ。うわどっちも強いわ。これどうなんの。さて送り合い。うわーギリ勝った。これちょっともう一回やってみましょう。めちゃくちゃ面白いわこれは。それではもう一回やっていきます。うわーすげえ。ギルティ余裕でオーバーさせるってすごいよ。
それでは次はプロミネンスフェニックステーパードメタルユニバース10と戦っていきたいと思います。ヘビーモードです。それではいきます。カーテン。まさかのプロミネンスシールド貫通して余裕でオーバーさせてましたね。強いね。それではラスト、ダイナマイトベリアルネクサスベンチャーパーフェクトギアとね戦っていきたいと思います。さて、なんだこれ。うわなんとダイナマイトベリアル、これめちゃくちゃ重いのに軽々とオーバーしてしまうほどの攻撃力、すごいよ。ということで今回のデンジャラスベリアルオールマイトパーフェクトギアいかがだったでしょうか。いやー結構、壁にガンガン当たったりはするんですけど、相手にそれが当たった時の攻撃力は凄まじいですね。なのできっとどれかをね抜いたりしても強いだろうし、そのまま別にギアつけなくても強いので、これはもうね好きなやつをね使えばいいと思います。ということで今回の動画いいなと思った方はチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。